るんですよ。やべえ。こっちが当時レーズンはもうオープン当時からなんで6年ぐらいの付き合いか。キャラクターがあるんですね。関西のがあるなと。今日は何を購入されるんですか？長崎の新玉ねぎとキャロットケーキ用の人参と、これがさつまいもシルクスイートっていう種類で、大体これぐらいの感じですね。じゃあ買います。それぞれキャラクターがあるんですね。カメラここやで。エトパとか出てきてるとこここの全然ない。プリンセスを。ご縁。バイバイタッチ。いただきます。ありゃー。ありゃー。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ買います。お野菜はいつもこちらのお店で、そうですね。八百屋さんでいつも買いに行ってます。はい。農家さんから買わせていただいている形なので、安定感があるというか、安心感がこちら側としてあるので、あとは値段もお安くしてくださってるので、お客様にできるだけお安く提供できるかなっていうのはあります。はい。ここら辺か。はい。じゃあ行きます。今から仕込み始めていきます。ベーグルの仕込み始めて、その後食パンの仕込み始めて、一日仕込みの日ですね。はい。明日完成かなぐらいで。これがレーズンと。こっちが麹。ライ麦ですね。ライ麦の酵母でカンパーニュの方に入れてますね。はい。ここはもうご自身で。はい、そうです。レーズンはもうオープン当時からなんで6年ぐらいの付き合いか。こっちは去年からお越し出してまだ1年目2年目ぐらいのお付き合いですね。はい。これが全粒粉の湯種ですね。ちょっとゲル状ですけど、一晩その湯種にして置いとくことによって
全粒粉のえぐみを消す作用もこれにはあるかなっていう感じです。ペグは微量のイーストと麹の酵母をブレンドして使ってます。珍しいものの外があるんですけど、外を使ってますね。ちょっと茶色くて荒々しい、奥行きのある甘みですね。麹とお米とお湯と前の種ですね。この4つでついでやってますね。はい。甘酒みたいな優しい甘みのある旨味と日本酒のようなちょっと発酵したお酒の匂いが入り混じったような風味があります。よいしょ。これがエブリシングです。よいしょ。1日前に水を吸わせたオーガニックのレーズンです。毎週持ってきてくれる感じ、ありがたいことで。やっぱりよいしょ。なんかでもめちゃくちゃ特徴がある卵でもないんですよ。そんなに黄色いとかじゃなくて、これがベーグルの味噌ですね。これも三浦醸造さんのお味噌ですね。米麹で作った。でこれが味噌ですね。よいしょ。最初味噌入れてみて結構味噌強いなと思って、なんで和らげるかなと思ったらクリームチーズでいっかみたいな感じでやってみたら意外と相性良かったんで。頭の中で計算しながら室温が今日何度で、そしたら粉が何度で水何度にするかっていうのは大体自分の中で考
毎日やってるんで、それの繰り返しですね。お湯で練ってあるやつですね。はい、これを混ぜ込みます。これがモルトですね。ちょっと色づき良くなるかなと思って。これがやっぱ風味がいいんですよね。フランスにちょろっといた時にやっぱり乳製品の種類も多いし、やっぱり質もやっぱり高かったんで、どうしても使いたいなっていうことで今頑張って使ってますけどこんにちは。叩いてます。常温で夏場は大変です。バター入れます。はい。よいしょ。それでも食パンと、ベグラ終了です。今からハード系仕込みでクロワッサンの折り込みも始まって9時半ぐらいに家に帰る感じですね今日は。はい。
バターと混ぜてって感じです。白い皮むきのアーモンド。湯がねというか湯げるっていうんですけど、一応60度ぐらいに70度以上で酵素が死んじゃったりするので、まあ、さっきちょっと気をつけて。ちょっとツヤが出るまで、はい、固まって。
は
これコンポレです。はい、全粒粉のパンなんですけど、水と酵母と粉と塩とだけです。人気が出てきて、やっと子さんに嬉しいことです。失礼します。お願いします。
どうぞ。アンパン？カレーパンとアンパンの一つ。はい、ありがとうございます。すみません、お待たせいたしました。ありがとう。ありがとうございます。何パン？アンパン、何パンが一番好き？カレーパン、いつ食べるのこれ？今日今日全部食べる。今日全部食べる。よ美かっ味したね。く、はい、召し上がってください。すいませんみなでありがとうございます。ありがとうございます。疲れないかな。バイバイ。結構面白い人多いですよね。楽しい方。楽しい、そうそう。まあでもこうやって対面販売やからね、そういう会話もしやすいというか、お客さんとね、おしゃべり込みで来てくれる方もいらっしゃったりとかして、ね、面白いですよね。いらっしゃいませ。そうやって生地がなんかずっと白っぽくなってくる。そのはい。
10円ですね。はい。ありがとうございます。はい、さよなら。ありがとうございます。これは子供ちゃんたちです。うちの子供ちゃんたち結構くれます。字うまくなったなとか、絵うまくなったなとか思いながら見てます。ほとんど水分なくなるぐらいまでなんでまだまだ。
これはもう実は3回目なんですけど、奥さんの OK がもらえずに3回目に突入しました。結構奥さんの判断基準が厳しいんですね。火が入ってるんで、同量のやでこれで発酵でつなぐってやつですね。僕らは職人なので考えすぎるというか、奥さんはお店を見えてる方なので、そこら辺も総合評価して考えてる人なのかなと。はい。でもよくパートナーです。講師ともに。はいはい。いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。ねえ、あんまり変わってないかなと思って。お客様お伺いしますね。もう一度炒めて。はい。ございます。お待たせいたしました。お会計の方が615円。そうだな、そうだね。
しゃいませ。写真で。ありがとうございます。この食パンの端っこも好きなの。ね、うん、だから全部好き。うん、買いすぎでしょ。見る？見たいね。こんなん。今から帰ってお昼食べるし。ありがとうございます。人がいいでしょ、ご夫婦の。
だからそれも好きやし、よう頑張ってるなっていうのを感じてるから、子育てしながらそれでいて回転変わっていってる。パンもいろんなこと考えてるし、頑張ってパン買います。ありがとうございます。どうも本当にご苦労様、お疲れ様です。ありがとうございました。最初から見てくれてるんで余計そう思ってくれてるとは思いますね。はい、最初は本当に2人がなんとか回してたような感じで、今はいろんな人に助けられてやってこれてますね。はい、ノームっていうのはどういう意味なんですか？大地の精霊の名前です。その素材を大切にしたい、そういうパン作りがしたいなっていう、それに合う名前を探してて、ノームっていう名前にたどり着いた感じですね。はい。全然既製品もなくて。大変ですけど、これは最初に決めたことなんで、とりあえず頑張ってやっていこうと思ってます。それがお客さんに届けば、僕はもうそれでいいのかなと思ってますけど。30年焼き続けてて、これだけは残したいなと思って。クロワッサン。入ってない。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。この作ると全然座ってもらって。わかりました、ありがとうございます。シナモンロールとモントリュール、それが最初に2つ目。入れてた四角い型の、これが四角いキューブ状のクロワッサンを作ってるんですけど、それのお芋バージョンを一緒に入れて、これ焼き物です。
カスタードを作ります。このカスタードは結構試行錯誤してこだわってやっと最近大丈夫やなっていうのができるようになって、これは卵黄だけじゃなくて卵黄とプラス 5% ぐらい卵白を入れて、あとはお砂糖もきび糖とそこに 5% ぐらいグラニュー糖、きび糖だけやとちょっと甘みが優しすぎるし、グラニュー糖だけやと強すぎるしみたいな、そのちょうどいい配合がいろいろ探して見つかって今のカスタードになってます。それが大元のメインのカスタードなんですけど、仕上げで生クリームを入れてこれで滑らかにします。もうすごい香りですね。フレッシュのレモンを皮絞って入れたら結構香りがいい香りが。こちらが発酵室。はい。おお。この生地の分割が、生地たちの分割が始まると一気に慌ただしくなるんですけど、もしかすると早くなってることがあるんで、それでちょっと最初は余裕持ってきてるっていう天然酵母というか、そのイーストを使ってない分なんで、ゆっくりじっくり発酵させる分、その見極めが製菓の学校に行ってたわけではなくて、ただ自分が生まれた頃にはお店はあったんで、それこそ中学生ぐらいから、なんか手伝ってましたね。細かい仕込みだったりとかは自分でメニュー考えるとかっていうのは全く行ってなかったんで、本格的にパン作りを始めたのはこのお店に来た、1年経たんぐらい前です。なんで自分はまだ修行期間中やと思ってるんでまだまだ結構日々いろんな新しい発見があったり、壁にぶつかったりとかあるんですけど。
これあんパンなんですけど、ちょっとうちのあんパンが変わってて、自分の知識不足で小倉っていうその菓子パンとかに使うようなあんこじゃなくて、おぜんざい用のゆで小豆っていうのを買っちゃって、でその間違いに気づかんまま使ってみたら、すごく粘度が緩くて美味しくて、とろっとしたあんこで、それ以来そのあんこではなくてゆで小豆っていうので、そのままだと粘度が低くて包めないんで、一度も凍らせて、でそれを包みます。手間はかかるんですけど美味しくて。湯種の生地です。グラタンソース。
これも火入れをすると溶けるチョコレートを使ってるんで、それで凍らしてます。レモンの蜂蜜漬け。食パンは今日4種類作るんですけど、これは炒めの食パンで、最初焼成前の3分ぐらいこのオーブンの蓋を開けた状態で火を入れて熱い皮を作ります。
おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おはよう。おはよクリームパン以外まだあったかいと。オッケー。これはお米と麹の酵母ですね。これがいつも朝の日課という昨日からなんで全くまだ。よいしょ。下の人にはお昼前ぐらいからステーションの天然酵母っていう言葉は出てきたのがちょうど30年ぐらい前なんですよ。世の中が健康志向で言われ始めてた頃ですかね、ちょうど。その時亡くなった父親も一緒になって2人で研究みたいなことやってでも1年半か2年後ぐらいにはお店出してました。すべてのパンに酵母入ってるんですか？はい、もうそれは酵母、そうですね、その天然酵母というか麹の酵母だけで発酵させてて、イーストは使ってない。今日は移動販売で外売りがあって、池田の駅前で売ります。その移動販売がある時とない時で製造量は結構変わるんですけど、今日はある日なんでまあまあ作る。種類は40ちょい作ります。移動販売で持っていくのを袋に入れて。移動販売は何時からですか？11時から池田の駅前ですね。阪急池田駅の。でされないですか？こちらのお店はもう創業して何年？95年からなんで約30年か29年目ぐらいかな今で。
1995年からやってます。完全に一人でやるようになったのは、この数ヶ月前だと。親が言うのもあれですけど、いいセンスしてると思うんで、10年後どんな店になってるか、ほんま楽しみです。僕が生まれた頃にはできてたんちゃうかなと思うんですけどね。なんか小学生とか中学生ぐらいの時になんか手伝ってた記憶はあるんですけどね。中学生の頃には確実に一緒にこうやってパンの丸めやってました。小さい頃からお手伝いっていう形ですか？そうですね。もう本当に半分遊び感覚っていうかで。カレー温めんの？あ、美味しそう。こちらはちょっと借りるこうたまになんか朝夜中からしてるんで、スタッフの皆様にも僕もちょっと朝ごはん代わりにいらんかったいらんかった。いやでもなんかお腹ずっとあれやし少ないですね。よかったら手があれたらどうぞ。いやもうこれはそれも全然パンと関係ない。全然パンと。お母さんありがとうございます。もうなんかお手つきあるかも。全然お手が空いたら、もうそんな夜中からずっとしてくれたの。めちゃくちゃ美味しそうです。いやもう。何ですか？創業当時からずっと変わらず焼いてるパンってこれ30年焼き続けてて、これだけはなんとなく残したいなって思ってずっとパンなんで。アーモンドを砕いたやつ。
サンドイッチになります。いちじくのパンにバター挟んで、こっちがあんこでこっちがクリームチーズの僕が何でもかんでもラムを入れたがるんですよ。でこのバターもラムが効いてて美味しいです。お日替わりなんですけど、今日はマッシュルームとしいたけとブロッコリーをペペロンチーノ風に。これはパルメザンチーズと黒胡椒。キッシュだけこれ前に並べたらいきます。よろしくお願いします。駅前と、あと串尾のバードヒルっていう大きな大型マンションあるんです。そこと3カ所行けた。この3カ所で。それ以外は老人ホームとか行ってます。はい、今日は定期の、駅前販売。
り場ほんま置いといて大丈夫。豆パンとかある？豆パンあるで。今焼いてるか。最後に1個残ってるパンがあって、それでメレンゲのクリーム作ります。チーズのクリームにできたメレンゲを合わせて、ムースみたいな、簡単なムースみたいなのを作ります。お酒でブランデー、コーヒーのブランド。で、これを合わせます。そうなんや。まあでもその人は多分ちょっと腰痛くて来れない。もう入れた3つ。取り合い。いや。よくこんなちっちゃいのするの。メガネかけて。見えへん。一押し。一押し。はい、この子。クロワッサンですか。はい。だってティッシュまだ取らないから。蜂蜜レモンですね。でも全然来ていただいたんでありがたい。ありがとうございます。
これないから美味しいですもんね。美味しい。アイスカフェオレ。アイスカフェオレで。はい、これ食べます。アイスカフェでお願いしていいですか。アイスカフェオレ。ありがとうございます。ますので、お席でお待ちください。私持ってきます。すいません。ありがとうございます。まだ買うかもしれない。後半だったらなってきて。ちょっとこれだけ別だ。もう乗れへんから。クリームが。あ、クリーム。はい、ピスタチオクリーム。レモンカード。はいたくさんもらいます。いつももう3トレぐらい買います。みんなボクシングジムの選手です。お写真がある。あちらの選手の方。1日僕10個ぐらい食べますから一人で。美味しいから。こちらですね。長くなっております。すみません。非常に。たくさん応援もしていただいてて、毎回食べるために本当感動するぐらい美味しいんで、今日も楽しみに来ました。いやもうとにかく優しいです。その優しさがもうパンにも出てるのかなって。でパパとママと息子さんももうすごくいつも優しくて大好きで、これからもよろしくお願いします。いつもありがとうございます。出ます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。行きましょう。私と家内と、息子もお店で応援してるプロボクサーなんですけど、一応スポンサーになって丸田ひなた選手、日本チャンピオン。体力つけるために自分がジムに行きだして、そこのジムの所属ボクサーですっごくいい子なんで、大ファンになって応援してます。こちらで、はい、ありがとうございます。800円。本店の情報をお流してますので、はい、お願いします。お店の方はまだ行ったことないんですけど、こちらで出店してるっていうのを見て、ちょっと気になってたので来させてもらいました。小倉食パンとあと塩パン気になったので、それも買わせてもらいました。またこちらに来たりお店も行かせていただこうと思います。こうね、出張されてるんで
いつも来るっていうの貼ってくれてはるから火曜日とか金曜日とかあんこの入った小さいなんていうのかなトーストとあとエピってやつねこれよく買ってます美味しいですよ、もう11時から販売ってもういつも並んでるんですよね。もうそれぐらいみんな楽しみにしてるパン屋さんなんですよ、ほんまに。でいろんな今ね達也くんが新しいパンを作ってくれてて、それも楽しみなのでこれからも、どんどん新しい美味しいパンを、作り続けてください。このパンが美味しいですよ、ちょっと気に入っちゃってこれだけ買いに来てるようなもんなんですけど、何でも美味しいんですけど天然酵母だから体に優しいパンですって言われたんで体にいいんかなと思って買ってきたんです今度ゴーギルさん宣伝しとくわ。ありがとうございます。遠藤と葉月とでパンがあんこのパン3種類真ん中にいっぱいねビーズのように並んだの、あれ綺麗しね美味しかった。あれいただいたのがありがとうございます。どうも。ひたすら今はパン作るのが楽しくて、今1年弱ぐらいなんですけど、はい、ようやくなんかいろいろ深い部分を分かってきたというか、まだなんですけど、なんか感覚がちょっとずつ養われてきてて、それが楽しい。きっとまた次の段階で父の守ってきたお店を自分がどう引き続き守り続けるのかっていう、なんかもっと経営的な部分で課題にぶつかるとは思うんですけど、一旦今まだ楽しい段階。すごい忍耐強い人だなと思います。毎日やってきてるこの長時間労働をもう数十年とやってきてるわけで、特に家庭で弱みを見せたりするようなこともなかったので、いざ入ってみてからこんなしんどかったんやなって気づくっていうそれを思うと偉大ですかね。まだまだですね、自分は。なるほど。すぐなくなっちゃったから。お米についた酵母と、米麹落とした酵母。レーズン酵母の中種、これを入れることでパンの発酵を早めてくれて、あそこに並んでるあれ、液種を取り出してるんですよね。お店はもう最初からお二人で。薬局だけになった時もあります。薬剤師だけの仕事になった時もあります。これ上げ温度が24で、これはちょうど良かったので、あとはこの発酵室の温度を変えて明日作業する時間が決まるんですよね。オーデルさんのパンはイースト不使用、全く使わないです。イーストはもう仕入れてもないです。体に優しい食作りみたいなのが最初の、自分が薬局で働いてたっていうこともあるのかな。それが最初きっかけです。閉めます。息子が1年前に戻ってくる
っていうか継ぐって言わなかったらもう今閉めてるかもしれないですね。でも息子が戻ってくるって言ってなんかこっちの方もちょっとヒートアップじゃないけど気持ちが盛り上がってね、じゃあやろうかって感じで本格的にやり始めて1年ですけど、僕と息子とこう最初はすごく衝突もしましたけど、もう結構ありました私もちょっと辛い時もあったけど、やっぱり考え方はやっぱり今でも違います。やっぱり一緒にやるとちょっと衝突することが多分出てくると、今後もこれからも出てくると思うけど、そのパンを作るセンスであったり緻密なその計算というか先を考えた仕事をしてるんですよ。だからそれは10年後とか20年後にこのパン屋さんがどういうふうに生まれ変わるかをすごく楽しみにそこまで生きてて店がどう変わるかを見たいっていう気持ちの方が今大きくなってますかね。いらっしゃいませ。こんにちは。大きいとレベル。ママの山積みで。山盛りで。美味しいですよ、ここのは。年の終わりには頑張っていただいてますんで。いいえ。本当にもう。すいません。ありがとうございます。すいません。また今後ともよろしくです。どうもありがとうございます。私薬局経営してるんですけど、お勤めしていただいてるんです。今はもう息子さんが一生懸命頑張っておられてるんで、若い方ですし、息子さんもこれからやっていこうと思って、なんかこうバイタリティあふれるなんか感じられるんで、ぜひ皆さん来ていただいたらと思うんで、宣伝になってますけど本当美味しいんで来てください。はい、お願いします。はい。ありがとうございます。はい。今回はいろいろとありがとうございました。プレゼント渡しときましたら、ほんならもうお返しいただいてます。なんかもうプレゼント。達也さんの。そうです。このプライスも書いていただいて。そうなんですか。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。勧めていただいたやつをほとんどそのまま、はい、イチジクのパンとかですね。はい。はい。あとこれが何やった？マリトッツォやった。これマリトッツォやった。何やった？そう。でそうキッシュとね。息子ちゃんがだからものすごくちっちゃい時からもうずっと一緒にご飯食べたりしてたんで、その子がねやっぱ頑張ってるって聞いたんで来させてもらったんですけど、もうパパさんもね本当にいい方ですし、奥さんも頑張り屋さんでいつも感じいいですしね、息子ちゃんももう帰ってきてもういきなり頑張ってますしね、もう家族で頑張ってはるんで、僕らも頑張らんだなっていう感じです。はい、自分で頑張って。頑張ってんねんな。頑張ってんな。そうやな。でもなんとなくそうやなって。この地元の皆様に愛されて、なんとか成り立ってるお店で本当に支えられてるなっていうのは日々実感してます。もうここもなんですけど、移動販売先ももうそれこそ常連さんばっかりで、美味しいパンで少しでもお願いしできればなっていうだけですかね。たくさんありがとうございます。
もう今日は終わりで、近々改装を考えてるっていうのがあって、その準備に今は午後から動いてる感じですね。本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう私は息子に委ねたんで、息子が思うような店にしてくれて、本当に10年後、20年後、この店がどんな店に生まれ変わってるかっていうのを生きてこの目で見たいなっていう思ってます。この父が作るパンには、そこをはかとなく、なんていうんですかね、そのゆるっとした優しさみたいなのがあって、全てにそこだけは守るっていうのは決めてます。すごい抽象的な表現ではあるんですけど、すごい優しいパンがうちには今揃ってて、それをパワーアップして大きくしていい店にしようかなと思ってます。今のところここ一番ですね。はレトロのフランスの生地ですね。あれですか、何時ぐらいからやってるんですか？12時半とか。
12時半。はい。12時半って言ったら夜中のですね。そうですね。三曽神社。三曽神社。
アボカドとタルタルを混ぜた。12種類かな全部で。多いもので20かける200、200ぐらいですね。そんな作ってるんですね。そっか。すごいですね。そうですね。6時間勝負です。一から作るんですけど、ぶどうをお水というかぬるま湯とお砂糖とでちょっとモルトっていうのを入れてで何日か発酵させます。炭酸みたいにこうプクプクプクっていう泡が上がるんです。前にできたやつはこんな感じです。これもめっちゃシュワシュワしてます。
サンド用です。
60、70、100あるかな。あ、でもサンドも入れたら100ぐらいあるかもしれへんね。数で言ったら1000個以上は1日焼いとんちゃうかな。1000個以上。1000個以上は。職人さん他パーツさん以外はいないんですか？今のところはいなくて、でもみんなもうすごいできるようになって、やっぱりその主婦目線でいろいろ考えてくれるんで、やっぱり細かいところを気ぃつくし、無駄を出さずにうまいことやってくれるんで、すごいそれはありがたいです。もう何時に来られてるんですか？いつもは今日ぐらいです。2時前ぐらいですかね。で、何かこうね、イベントとかこう量が多いとかっていう時はもうちょっと早かったりしますけど。そうなんですね。よろしくお願いします。朝はカヌレとスコーンと、マフィンと
アップルパイ焼いてもらってます。これはキッシュになります。キッシュです。今30なんで、5とかもう触れてる。これはショコラになりまして、上にチョコレートをのせます。
あ、テストに気をつけないと。してないの？します。がタルトです。これ20鉄板です。20鉄板。はい。あ、ちょっと袋に。袋だけでいいです。でまたこんなにやっててもそんなに濃くないんですよ。先に、はい。で今下は230度で。あ、九条ネギのタルティーヌです。アップルパイ出します。そうですよね。そっちの方が絶対涼しいですよね、今日はね。お疲れ様です。
れ。これは何に使われるバターなんですか？これはクロワッサンです。これがフランス産のイズニー社のなんか発酵バターってやつで。クロワッサンだけが発酵バター。
織り込み部屋って言います。温度が大体10度ぐらい。最低6時間ぐらい。多い時は6から7種類ぐらい。ノンショコラ。ノンショコラ。はい。今日24個で、クロワッサンだったら300とか。300？ 400とか作れます。
生団子揚げたてでございます。アンパンとあと何？どれがいいの？ママちゃんこれでいいの？それがいい。ありがとうございます。そこに入れんの？あ、もうかなり先週も来ました。何のパン買った？パン買った。アンパンマンの。すごい美味しそう。クロワッサンとかがすごく特に美味しくて、もうそれを買いたさに来ます。どこよりも美味しいな。それ全部のパンがカリカリでめちゃくちゃ美味しいです。じゃあ行こうか。ありがとうね。ありがとうございます。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。終わりました。フランスパンの保存袋ご利用ですか。はい。初めてですね。初めて来たんですか。まあ目についた量食べるんで大きいやつを買ったって感じですね。ちょっとこの付近に用事があって近くでパン屋さん探してたらヒットしたんで、ちょっと見えないですけど。そうですね、出来たてですね。ちょっと
熱々なんですね。そうそうそう。よく買った方ですね。あ2家族、はいあ、そうなんですね。いや、皆さんで、はい、はいぜひ美味しくいただいてください。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな悪ないでしょう。ベーグル1枚いきました。もう一枚いけます。取りますね。あ、OK です。大丈夫です。こっちの方は紅茶生地になります。これは紅茶です。このまま出します。ゆかさんにあいつ酔っ払っと。ちょっと前。明太子と青さのりを練り込んでるんですね。で、中にベーコンが1枚ピロッと入ってます。チーズ乗せた？そのキッシュの中身だけ考えて温度合わせて。はい、ベーグル終わりました。チョコのベーグルです。さっきの、ポテトフォカッチャというか花見だけしかやってないです。焼き上がり。
ないぐらいの。仕上げましょうか。ネギ香る角煮パンです。焼けてます。マロンパイです。黒ランちゃんです。アーモンド乗せてカラマンデ。黒ランタンも焼けてます。中に木いちごとチョコが入ってて、これもここしかないです。で、チョコレートと入れたら固まる感じですけど。あそこ外せない。オーナーとで立つのに1人男の人がいるんですけど、それ以外は全員女です。自分たちが美味しいと思ったパンを新作でも考えるので、それが当たってるんちゃうかなってちらっと思います。
ざいますね。お願いし来週ます30日木曜日でよろしいですか？はいありがとうございます。はい、ご用意してお待ちしております。ありがとうございます。おいくつなんですか？84歳です。どれぐらい週に1回ノノブレッドいう食パンがね美味しくて、食パンは予約ねできるんで、今行ったら来週の分頼んで、はい、で来週来たらまたその次1週間先の。それだけ人気なんですね。人気ですね。3つ袋に入ったの。4枚切りのね、好きなね変わっていって、今のところここ一番ですね。美味しく1週間、はい、いただいてください。はい、ありがとう。ありがとうございます。袋つけますので、お待たせしました。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。買い込んでます。そうですね。はい、すみません、ありがとうございます。ご一緒ですか？お上手に入れてあげます。はい、ありがとうございます。5年以上通ってるかな。お近くなんですか？丹波篠山なんで高速で1時間ですね。高速で1時間ここのために来ますね。ここが今まで食べたパン屋さんで一番好きなんで。私は今日これ、まずとりあえずハード形式だから大好きです。ここのほんまに美味しいです。こういうフランクフルトが入ったのがすごいんで、あとこのオリーブっていうパンにオリーブが丸ごと1個入ってて。食べてください。ちょっとずつ食べようかな、無理やな。はい、働きたいぐらい。大好き。大好き。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい、頑張ってください。ありがとうございます。毎日違う人が整形とかもしてはりますし、経験者は私とお昼に入ってくれてる人ぐらいですかね。あと月さんも経験者の方が、はい、多いですけど、いろんなポジションがあるんですけど、そこにねぐるぐる回るといろんなことができるようになります
ますよね、自然とね。得意不得意は絶対あると思いますよ。好きでも得意ではないダメですか？でも楽しいです。ね、スタッフのコーラが主体的に勝手になっていってくれて、ほんま何も教えてないですからね、僕は。最初の基本の、本当に最初の基本のレシピだけ。僕が例えば考えて、よしこれでいこうって言ったら、もうそれでいくしかないじゃないですか。でもこうスタッフさんの中で考えて、正直な意見が飛び交うじゃないですか。もっとこうしたらいいんじゃないみたいな。結果いいんですかね。いいのにつながってるんですかね。ありがたいですね。工場に入ることがちょこちょこあってね。基本はりんごなんですけど、人参と長芋とあと炊いたご飯を入れます。これが出来上がったもので、これを種として入れるんです。これが酵母の種ですか？種です。でこれを発酵させて、アルコールの香りがして出来上がったらものをパンに使う感じですね。これを今からちょっとあったかいところに数時間置く感じ。
で上がってモコモコって上がってきてる。まだまだちょっとあれかな。これがこれぐらいまでいきます。この花が全粒粉です。全粒粉。はい。よりもなんか酵母を入れる量が多分ガツッと入れる量が多いかもしれない。だからなんか酵母の味が結構出る。これお花のことも全部やられてるんですか？あ、お花はね、母親が取ってきてくれたやつ朝にピッて置いてくれるんですよ。イートインのスペースに置いたりとか、そんなんとか、ほな借りちゃってるやつをちょっと取ってとか。じゃあこれで以上になります。今から家に帰って家のことやってから夜中のだいたい12時とか1時ぐらいにこっちに来てまた仕込みが始まります。これこんな感じの鍋です。ここら辺ぐらいまで上がってて、でさ
パンパンですね。発酵させたらこうなるんですか？そうそう。初めはこれぐらいだよ。晩にすんね。酵母は時間が長いから。
しようとか思えば思うほどなんかこうお芋の甘露煮です。
もともとパン屋さんやる前にどこかに勤められてらっしゃったんですか？その一般企業に勤めてて、短大卒業してから22年間正社員で働いてたんですよね。ご飯作ったり食べたり飲んだりが私めっちゃ好きなので、子供ちっちゃい時とかってお友達遊びに来たりとかママ友とか来るじゃないですか。みんなにおもてなししたりとかするのは好きやったんですよね。主人はずっとなんかパン屋さんとかやってほしいなみたいな感じのことは、まあ冗談っぽくやけどチラチラ言ってて、それがなんかほんまになったみたいな。おはようございます。旦那です。ご主人様。でこれもこの階段ダンスと一緒で、島根のおじいちゃんのところから持ってきて、ほんでもう全然覚えてなかったよ、もうだいぶ何十年も、加古川の時計屋さんに出したら直してくれて、おじいちゃんの時計屋さんやってくれて復活しました。私の友達が、藍染めとかしてる子やねんけど、布を切ってあそこの刺繍はうちのお母さんが母親がやってくれて、急遽。大葉とベーコンのエピ、ミルククリーム。ベーグルなんですけど、温めた方が美味しいので温め方つけときますね。ありがとうございます。初めて来ました。なんでしょう、ベーグルが美味しいって口コミに書いてあったので、こんな感じで、なんか大葉のベーコンのエピ、大葉が入ってるの珍しいなと思って、近いので、たいなってずっと思ってて、タイミング合わず今日は来れたので、11時ぴったりに来ました。そうなんですね。すごい可愛らしくて、近くにこんな店があって嬉しいなと思いました。なかなか平日は来れないけど、また日が合えば来たいなと。ありがとうございます。はい。こんにちは。2つ。こっちと違うの？湯種はなんかちょっともっちりずっしりした感じ。これ柔らかくて美味しいのね。一番柔らかいかもしれない。これよく買う。ホテルブレッド。この塩パンすごくおすすめ。サンドイッチだったらこれ好き。あ、卵さんの。まあそんなもん。ありがとう。ありがとうございました。こんにち
ない今日のメニューこちらなんですけれども、前菜のごま豆腐です。上にお出汁のジュレ乗ってますので、それで一緒に食べてください。いい？これ。いや、もう食べへん。食べに来た価値あるな。ごま豆腐好きや絶対美味しいやつやん。何ですか？お芋とビーツのスープ。すごい。結構ね、お客さんこれ喜んでいただける。あ、本当ですか？ありがとうございます。お芋とビーツのスープになります。ちょっといいんですか？もうありがとうございます。口に合えばです。これビーツの色やんね、多分。優しい。美味しい。美味しい。すごいね、YouTuber やで。そしたら。美味しい。優しい。どんなお味がしますか？優しい。ちょうどええぐらいやんな。なんかサラサラとトロトロの間、トロトロ。食べた。これ空っぽ。空っぽかな。意味ないちょっと近い。甘い系買ってこうへんのって言われて。それで、じゃあシフォンで。そうありがとう。ありがとう。頑張るかな、ゴリラ。よく来ます。会社でファンの人多いんで、もういつもああいうシフォンケーキとか、ベーグルとか、卵サンドとか、これ人気なんで、箱で持って帰って、毎回来たらこれは買ってます。ここのパン好き？バイバイ。バイバイ。いつになったら。あ、じゃあ。見て、めっちゃ美味しそうなの来るねんけど。お豆腐入りハンバーグの玉ねぎのハンバーグにしました今日は。で、あときのこのソースになります。めっちゃ美味しそう。すいません、これ引きますね。やばい。美味しそう、すごい。いや、ちょっともうお母さんのさ後ろになって。うまっ。絶対美味しいやんな。美味しい。食べよう。もういい、お母さん食べた。ちょっと気をつけてよ。あ、ほんまに。おお、入るんや。そんな大きい口開くんや。母さんの寿司。予約制にしてるんですけど、ランチは、材料もちょっと置いとけないので、その時に必ず言うようにはしてます。お待ちいただくかもしれませんってことは、販売の方もしながらってなってくると、そうそう、ちょっとお待たせすることがあるので。
こちらがラッキージ工房のプルアパートブレッドって言ってなんかちぎって食べるパンっていう意味です。食べる四つ葉バターときび砂糖がかかってます。でサラダが海藻としらすのサラダなんですけど、梅ドレッシングなんです。花さんもいけるかも。どうする？食べないいいの？お母さんのわけわけでいいの？ゆなちゃん。これに聞く大根おろし玉ねぎせーのですごいさっぱりして酸っぱい感じじゃないな、梅って感じじゃあんまない。ランチ来るの初めてなんですか？そうなんですよ。来るたびにその黒板みたいなの見てランチ来た、予約やんみたいなのをツッコミを何回も入れてそうやん、予約せなあかんって念願の念願のなんですね。中からハムとかさ出てきた。ソースが何？オーロラソースかなこれ。美味しそう。もう手めちゃくちゃやけど。うん。餃子ゆっくり食べられへん。お店ながらそんなことすんの？めっちゃ美味しい。あかんな。お子さんも遅くまで喜んでいただけると嬉しいです。嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。本当に。ああやってなんか美味しいって一言言ってくれるだけでもほんまにすごい嬉しい気持ちになります。前の上司というか先輩なんです。前の会社の、仕事してた時の、先輩って言ったらいい？先輩かな？先輩同僚です。いやでもこうやって辞めても来てくれるのですごい嬉しいです。そうですね。いや美味しいんだわ。ありがとう。大葉とベーコンとバゲット。ちっちゃい方200円。大きい方。大きい方。ありがとうございます。気をつけてね。いやパンは美味しいんだ本当に。味があるな。小麦の味とかその酵母のなんかその発酵した酸味みたいな、そういうのはパンだっていう感じする。普通の食パンじゃなくてちょっと酒のつまみあたりにやってちょっとバゲットになんかちょっと乗っけて食べるとかっていう非常に人懐っこいし誰とも人の中にスッと入れるような人間。で分け隔てしないっていう長く楽しく続けてっていうところですね。こっち行ってお父さん。お父さんそっち行ったら落ちるんや。デザートお用意しましたか？お願いします。タネときび砂糖のシフォンで抹茶やね食べれる？あれ抹茶嫌い。抹茶いけるんじゃん。全然知らんことはい。もう一回。はい。私の一番下の妹の子供がこともちゃんって言うねんけど、書き初めでいつも書いてくれる。一番左はねパンなんですよ。パン、本当だ。パン。そう。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。嫁さんのケーキを作ってほしいんですけど、はい、ナッツがめっちゃ入ってるからとりあえず喜んでます。どなたに？妻に。奥様に。娘のもいつも作ってもらって美味しくて。ケーキもやられてるんそうですか？なんです。シフォンにデコレーションをする形になるんですけど、とか上にちょっと果物置いたりして、塩パンを2つ、あんこ塩パンを2つ。これ食べたい大きく。はい、ありがとう。はい、ありがとう。ありがとう。もうじゃあいつも大体決まってるんですか？そう、ベーグルと塩パンは置いとっていただけたらなっていう感じで、これです。
結構ね季節のもんをいろいろ入れてくれて、そのやつがいつも美味しいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。でもほんまにすごいな、こんな種類作っとってやばいんかな。ここのパンいただいて食べた時に、何これ美味しいやんって、どれやったんかな。それやねんけど、ラッケージ酵母で作ってる、自家製の酵母で作ってるやつなんで、軽くないというか、僕は重いです。でもほんまに詰まっとんの、重いですもんね、絶対これね、重み。なんやこれって、美味しいやん、もちもちしとるやんっていう。大げさじゃなくて、今まで食べた食パンで一番美味しいなって。ありがとう。これも潰さないように。これ。からずっとエンドレスなんです。パン屋ってすごい。パン屋って大変。パン屋って大変。いやもうこれぜひ道が気になったパンとかは。このパンシフォンケーキ、シフォンケーキ、チョコのパン、お店の雰囲気がすごくね和風であったかみがあっていっぱい買わせていただきました。はい、本当ですか。帰っていただきたいと思います。はい、また来ます。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。一緒に買わせてもらってもいいですか？あんこ塩パンとお芋明太かけたい。めっちゃ美味しかったです。よかったです。ありがとうございます。また来ます。ぜひ。でもなんなら2週間ぐらい来たいな。本当ありがとうございました。ありがとうございました。かわいい。めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったな、いなちゃんな。全部優しかったな、味が。何美味しかった？全部。ご近所にママ友さんが住んでらして教えてもらって、そこから自分家も近いからじゃあ私も来ようって来るようになりました。これからもちょくちょく来たいと思ってるので、お一人で大変だと思いますが頑張ってください。妹はこちらの方なんでしたっけ？なんです。実家が隣なので、実家の離れをちょっと使わせてもらって。なんか倉庫として使っとった建物やったと思うんですよ、多分。全部僕の無理を大工さんが聞いてくれて作ってくれたみたいな。だからこれも京都まで買いに行ったんですよ。京都まで。京都のなんか古材屋さんみたいなとこ。だから階段ダンスとかも島根県の嫁さんの母方のおばあちゃんの家に取りに行ったんですよ。その大工さん連れて。だからその辺にある本棚とか古いやつあったじゃないですか。その全部島根から持ってきたんですよ。なんかの形でパン屋しなくなったとしてもここで住めるやんぐらいの勢いでこんなにしたいなみたいな感じです。このごま豆腐って手作りですか？手作りです。これはだいたいお決まりで出すんですよ。いろんな歌歌った。ほんで、なんか。一番モニが手出そうと思って。ちょっと楽しみにしとった。すごいな。
スライサーとかこの玉ねぎでもこう。あ、そっか。野外やったよな。髪が欲しいかな。出てるメンバー探して。まあまあ、で前の日がいや、この日のみたいな。ちょっとパパとこかな。なんだなんだ。ありがとうございます。ずっと始めて欲しかったみたいな感じだったんですか？料理昔から得意やったし、なんかそんな行かせたらええのになとは思った。森工房っていう名前なんですけど、私が発信じゃなくて、もともと十何年前に主人がガス屋さん始めた時に森工房って名前つけてるんですよ。その時からパン屋ですって紹介してくれます。会社やったけど、もうあえて僕はもうパン屋です。いつから言うたらやってくれるんでしょうか。決めきれずにいた私の背中を押してくれたのが、その娘がちょっと調子が悪くなっちゃって、学校からよくお迎えの電話がかかってくるようになったんですよ。だからそれがちょっと頻繁になってきたので、もうそれが私の背中をこうポンと押してくれた感じにはなります。こうね、ちょっと貸してくれてる両親に感謝ですし、応援してくれてる家族、旦那と娘2人にはもう感謝しかないです。